皆さんこんにちは。スタジオから失礼します。今日はアメリカの大学生寮で発覚した恐怖の儀式映像からピザで読み解く戦争の行方から世界を巻き込むイラン戦争の全貌、そしてイラン戦争が導く未来の世界の姿まで話していきたいと思います。みんな警察のボディカメラが捉えた大学生寮の恐怖映像を見ました。こちら2024年11月アメリカアイオワ大学で火災報知器が鳴ったため駆けつけた警察がフラタニティ、日本でいう学生寮ですねの地下室に入る様子なんですけど、なんとそこで見た光景がこちら。そこには56人の大学生が目隠しされ、上半身裸でケチャップやアルコールまみれ状態で立っていたんです。ホラー映画の映像かと思ったでしょ。何してるのかというと、これね通過儀礼なんですよ。アメリカの大学生寮はエリート級になるとそれはもはや秘密組織で、この組織はアルタ・デルタ・ファイ、フランクリン・D・ルーズベルト大統領、ロックフェラー・ジュニアとかを放出しているエリート組織なんです。イェール大学のアルファ・データ・ファイでは多くのメンバーが有名な秘密組織スカル&ボーンズ、ブッシュ親子が属していることで有名な秘密組織なんですね。そもそもみんなこのアルファデータファイどっかで聞いたことあるでしょ。最近ねやりすぎ都市伝説で関さんが言ってたファイベータカッパ、1776年アメリカ独立宣言のわずか5ヶ月後に設立された秘密結社。メンバーにはフリーメイソンだった方が多くいたので、確かに当時は秘密結社的な役割があったんですけど、この目隠し、暗闇、沈黙などはこのサークル秘密結社に入る通過儀礼として今でも行っていたりするんですね。この通過儀礼ヘイジングって言うんですけど、このヘイジングで命を落とす人もいるぐらいなんです。どうやってって思うんですよ。いわゆる急性アルコール中毒とか生の肉を食べさせたりとか、もう本当に聞かれてるんですよ。まさかこの原型がフリーメイソンから始まった通過儀礼だとは彼らも思ってないだろうね。しかもね優秀な学校のサークルだから、この子たち後のアメリカの官僚とか CIA とか FBI になるんですよ。日本のサークルだとどうですかね、こういうことは。早稲田駅で大学生が履いてるぐらいのしか光景が思い浮かばないんですけど、みんな憧れてこういうことしないようにね。そして忙しすぎるトランプ政権、1月ベネズエラのマディロ大統領を拘束、エプスタインファイルを公開、2月メキシコのカルテルのトップを殺害、2月末イスラエルとアメリカがイランを攻撃、最高指導者ハメネイ師を殺害。一つ一つが重すぎてついていけないですよね。でもこれついていけてる奇跡的な存在がいて、ピザ屋さん。そう、ピザ屋さんなんですよ。ピタゴラススイッチじゃなくてペンタゴンピザ理論ってみんな知ってます？ペンタゴンや CIA、ホワイトハウス周辺のピザ屋のデリバリー注文が急増した時、重大な軍事作戦が発生するというある意味予言とも呼べる理論があるんです。きっかけは1990年ワシントン DC のドミノピザの店主フランク・ミークスが証言した。8月1日の夜 CIA が一晩で21枚っていう過去最多のピザを注文してきた。翌日イラクがクウェートに侵攻して湾岸戦争が始まったと過去の記録を調べると、1983年のグレナダ侵攻、1989年のパナマ侵攻以前にも同じようにピザの注文が急増。そこからメディアは常にピザを監視せよっていう体制に。なぜピザが戦争の予兆になるのか。理由はシンプル。ペンタゴンや CIA で深夜の徹夜作戦会議が始まると、職員が手軽な食事としてピザを大量注文する。でも校内にピザ屋はないから周辺の店に注文が殺到する。つまりアメリカ最高機密情報がピザ屋から漏れていたという話で、今回のイラン攻撃はどうだったのか。2月28日イランへの空襲が始まった日の午前1時半、案の定ペンタゴン周辺のピザの注文が急増。攻撃のタイミングと完全に一致していた。しかも前日の27日の夜から上がっていたんですね。このことを記者が国防長官のヘグゼスに質問したら、皆を混乱させるために何でもない夜にピザを大量注文することも考えた。これ気にすべきはメディアじゃなくて絶対に敵側のイランでしょ。戦争の予兆が武器でもなく外交でもなくピザ屋の注文ってやっぱアメリカって国おかしいよ。というのもイランのトップハメネイが2月28日に殺害された空爆はハメネイが無防備になる一瞬の隙をついての攻撃でした。そもそもアメリカとイランの因縁は深いんです。1979年以前イランはアメリカが支持する王様が統治する国でした。ところが国民の怒りが爆発し、イラン革命で体制がぶっ倒される。新たに国を率いたホメイニー氏がイラン共和国を建国し、アメリカとイスラエルを文字通り敵と宣言。ここから半世紀にわたる対立が始まります。2002年イランが秘密裏に核開発を進めていたことが発覚。西側諸国は何度も対話を試みましたが決着はつかなかった。そして2025年トランプがついに動きます。バンカーバスター、地中深くまで届く爆弾でイランの核施設を3カ所破壊。これを受けてイラン国内では政府に対する経済的不満が一気に吹き出して大暴動が発生。あまりの規模に政府はインターネットを遮断し、国民を大量に殺害したと言われています。噂では数万人規模、テンアモン事件の再来。そして迎えた2月28日テヘラン現地時間の朝9時40分。もともとイスラエルとアメリカは夜間攻撃を計画していました。でもこの時間にイランの高官たちが1カ所に集まるという情報が入った。何人も張り込んでいたモサドのスパイからの情報です。この絶好のチャンスを見逃すわけにはいかない。最初のミサイル直撃から
たった30秒イラン幹部30人が殺害されました。30分後アメリカがトマホークミサイルで追加攻撃。トランプとネタニヤフはイラン国民に向けてこう宣言します。侵攻が終わったらイランは君たちのものだと。すぐ終わるかと思いきやイランは即座に報復ミサイルを発射。標的はイスラエルと米軍基地がある国々。一気に中東全域が火の海。そして今最大の焦点がホルムズ海峡。ここを封鎖しようとするイランとそれを阻止しようとするアメリカ。なぜこの海峡はそんな重要なのか。世界の石油消費量の約 20% がここを通過しているんです。そして日本の石油依存度が 93.5%。 一応備蓄が254日分あるらしいんですけど、超絶長引かない限り大丈夫なのか。いや全然大丈夫じゃなさそう。実際日本は石油備蓄をいち早く放出することを表明しました。しかも3月15日トランプは日本に艦艇を派遣するよう要請。実はこの一連の出来事を的確に予言していた人物がいるんです。北京にいる大学教授ジャン・ジュエキン。 YouTube チャンネル予測的歴史でゲーム理論を使って過去現在未来を予測している人物で今世界的にバズっているんです。彼が2024年に3つの予言をしていたんです。1、トランプが当選する。2、アメリカがイランと戦争する。3、アメリカがその戦争に負ける。バカな。でも話を聞いていくと笑えない話になってくるんです。まずはお金の話。今のアメリカを支えているのは AI とデータセンターです。その巨額な投資マネーがどこから来ているのかというと GCC 諸国、つまりバーレーンとかカタールとかサウジアラビアといったまさにイランが報復ミサイルを撃ち込んだ国々なんです。この戦争が長引いて GCC の諸国たちが苦戦していけばいくほどアメリカの資金が干上がる。次に軍事の話。アメリカの軍事力は世界最強。それは事実。でもそれは戦争しなかったらの話かもしれない。どういうことかというと、イランの弾道ミサイル1発約5万ドル。これを迎撃するアメリカのミサイルは1発100万ドル。20倍のコスト差。イランが安いミサイルを数撃ちゃアメリカは高額な迎撃ミサイルを浮かされ続ける。要はめちゃくちゃ効率が悪いですね。 GCC 諸国から資金が途絶えてアメリカはね大量に武器を生産できなくなってしまう。そうなった場合、長期戦になった場合、まさかのアメリカ様がねもう考えられないけどね。そして問題なのは地上戦。歴史を振り返るとある国の体制を転覆させるためにはまず地上戦がセットになる。イランは反米国家で空爆だけで親米にひっくり返すなんてことは普通にない。しかもイランにはカナードという古代から地下インフラがあるんです。イランは昔から暑い国だから山からの地下水を生かすための網目状に地下トンネルを張り巡らせていて、このネットワークが軍事転用されていて実際に地下に保管されている数百のドローンやミサイルの映像も公開されている。なので地上戦が始まったら泥沼化は避けられないんです。これねもう皆さんお気づきかと思いますけど、トランプは完全に泥沼にはまってしまったんです。みんなの疑問って何が戦争を終わらせれるのか。もともとイランのその親米的なねリーダーが来たら終わるっていう話だったと思うんですけど、はい、全員殺害しちゃったのでなかなかそうもいかなくなっている。なので今は何をすればイランが言うことを聞いてくれるのかっていうマッチゲームになってしまっているんです。逆にイスラエルは周辺国に戦争に参加してほしいっていう状態になっている。なので彼らはもう本当に第3次世界大戦をね欲しがっている連中みたいな動きをしてるんですよ。全ての裏には誰がいるのか。イスラエル説ですよね。ネタニヤフは40年かけて中東の覇権を握るためにたった一つのゴールを見据えてきました。イランを潰すこと。前の動画でも話したけど911の直後にアメリカで5年間で7つの中東の国を倒すという計画が存在していました。なので潰すことは最初から決まってて、問題はいつにするかなのよ。前々回の動画で話したクリンクス、アメリカが最大の脅威とみなしている4カ国、その中のイランは世界中から制裁を食らいながらも中国に安値で石油を流し続けて生き延びてきました。つまりイランを最初に叩けば中東中のイスラム過激派への資金パイプラインが断たれて、さらに中国にもダメージが入る。一石二鳥どころじゃないんです。でなぜこの時期だったのか。海外ソースで結構言われてる恐ろしいのが、イスラエルがアメリカに対してお前らがね攻撃しなきゃ俺ら2週間後にもう核攻撃をねイランにするよ的なことを言ってアメリカを脅したっていう話があるんです。なのでもともとその核開発交渉とかそんな茶番は全く関係なくて、イスラエルはもう彼らを攻撃する口実が欲しいと。なのでアメリカお前らも参加しろよと。本当にそうだったらこの世の中はもう茶番でしかないよね。そして都市伝説的に絶対語らなきゃいけないのが約2500年前に書かれた旧約聖書のエゼキエル書。そこに書かれているのはロシアを筆頭にイラン、トルコ、北アフリカの諸国がイスラエルに攻めてくるという予言。それはイスラエルの人々が帰還し安らかに住んでいる時起きるというんです。イスラエルは1813年ぶりに1948年に建国しました。これがどれだけすごいことなのか。そして2023年9月、アメリカテキサスから5頭の赤い雌牛がイスラエルに送られました。これはイスラエルの第三神殿に必要な儀式の一つ。この報道を受けハマスが2024年1月にイスラエルを襲撃
撃したとも言われています。順番をまとめると、ユダヤ人が世界中からイスラエルに帰還、1948年建国で実現、ハマス、ヒズボラ、シリアのアサド政権、イエメンのフーシャ、イランが構築した抵抗の数軸を一つずつ解体する。2023年から2026年にかけて猛烈なスピードで進行しています。エゼキエル種のペルシャを叩く、核施設を破壊し、イスラエルの中東における核の独占を維持する。ネタニヤフが40年来の夢と呼んでいたのはまさにこのこと。そしてロシアを先頭とする連合軍がイスラエルに攻め込む。しかし軍事力ではなく神の介入によってイスラエルは救われる。大地震、同士討ち、疫病、火と硫黄が降り注ぎ、連合軍は壊滅する。エルサレムの神殿の丘に2000年ぶりの神殿が再建される。ここには現在イスラム教の岩のドームが建っています。イスラム世界との衝突は避けられません。第三神殿が完成し、赤い目牛の灰による清めの儀式が行われた時、ユダヤ教徒が2000年間待ち続けてた救世主メシアが現れる。メシアはイスラエルを完全な平和に導き、全世界の国々が唯一の神を知るようになる。面白いのが、この第三神殿が建った時、それぞれの宗教みんな言うこと違うんだよね。ユダヤ教はメシアが永遠の平和をもたらす。キリスト教はイエスが再臨する。イスラムは偽の救世主がやってくる。港区では新しい会員制のラウンジがオープンする。地牛はついにオタクが社会を支配する時代が来る。陰謀論者は世界政府が最終フェーズに入ったサイン。 YouTuber は再生数1000万の神ネタが来た。スピリチュアル界隈は地球が5次元に移行するサイン。X ミンとりあえずトレンド1位第三神殿。日本のワイドショー、現地の屋台グルメを紹介します。イーロンだから火星に行こうと言ったでしょ。まあいろんな解釈があるんだよ、人それぞれ。そして最終的にイスラエルが目指す大イスラエルはこの地図になっています。偶然か必然か、まあ言えるのは現時点でこのシナリオに沿って世界は動いています。この戦争、過去の戦争とちょっと違うことがあって、本当今回初だと思うんですけど、それがアメリカがイランを攻撃する際に使った AI、 それがアンソロピックのクロード。今 AI といえばジェミニ、グロック、チャット GPT などが有名だけど、実は性能面ではクロードが最強クラスだと言われていて、ただこのクロードちょっと特殊で、元のねオープン AI の社員たちが作った AI なんだけど、まあ彼らはその AI の安全性をね最優先に重視したいって立ち上げた会社なんです。 AI が勝手に判断して暴走して自動的にねミサイルを撃ちまくらないようにかなり強いセーフティーがかかっている。ところがここで問題が起きるんです。アメリカ政府が言うんですよ。その安全装置を外してくれ、 AI のポテンシャルを最大限引き出したい。アンソロピックはそれに対して拒否します。なのでアメリカはもう激怒して、お前ら俺らの言うこと聞かないならもうとんでもない外国にかけるような制裁食らわせるぞっつって、まあ実際そうなってて、結果的にねオープン AI が政府と組むことになるんですね。もう映画みたいなほんとストーリーラインなんですけど、興味深いのはここからイランが反撃してミサイル撃ったじゃないですか。その直撃地点が UAE とバーレーンにある Amazon AWS のデータセンター。つまりね、何が起きたかというと、アンソロピックの AI が作戦に関与して攻撃を実行し、その AI が動いてるデータセンターが攻撃される。 AI が戦争し AI の心臓が報復される。歴史上かなり異例の構図なんですよ。 AI 対 AI の戦争の入り口。もうターミネーターの世界はもしかしても俺ら片足突っ込んでるのかもしれない。まだ終わらないですよみんな。直樹もまだ語ります。みんなを未来へ誘導するためにその先を見ていきます。からがまた奥深くてやばいんです。さっき言ったクリンクス、イラン、中国、ロシア、北朝鮮、これらの共通点分かります？ドルを使わないことなんですよ。世界の石油取引って基本ドル建てなんですね。つまりドルが世界の血液みたいに流れているんですけど、こいつらはまあドルいらねえしつって、なんなら脱ドルしようぜって。イランなんて制裁食らって本当はね石油売っちゃダメなのに、まあ裏ではね中国に安いね価格で石油を売って、しかもそれ人民元でやってて、なのでそれもあってアメリカは今回イラン攻撃して、まあ、脱ドルするやつらお前ら潰すぞと、まあ、すげえシンプルなことだよね。ただこれがただの嫌がらせなのかチッチッチ、まあこっからが本番なんです。ドルをデジタル化するため、ブラックロック CEO ラリー・フィンクが世界経済フォーラムではっきり言ったんです。次のステップは金融資産のトークン化だ。全ての株式債券を一つのデジタル台帳に載せると。はって感じでしょ。何言ってるか分かんないよね。俺も分かんねえよ。超簡単に言うとステーブルコインっていうデジタル通貨があって、これね1コイン1ドルに固定されているんです。要は1ドルをデジタルに両替する感覚。まあ、電子マネーと何が違うのって思うでしょ。違うんですよ。こいつ国際取引にも使える。不動産投資もボタン一つ。10人でビルに投資して運営みたいなことが面倒な手続き。みんなすげえじゃん。家買う時とかさ、なんかマンション借りる時とかすげえ手続きあるじゃん。なんかねお金がどっから来てるのかなみたいな。あんなんもう何もいらないと。ボタン一つで僕買いたいですこれみたいな。あ10人集まりました。じゃあ10人で投資してこれ買いましょうみたいな。それ国際的なやり取りでできるんよ。まあ、例えば世界最大のステーブルコインを発行するテザー社っていうのがあって、みんなが1ドルを預けるとテザー社に1ドルが集まる。テザー社はその1ドルで何を買うと思いますか？アメリカの
国債なんです。つまり世界中の人がステーブルコインを両替買えば買うほどアメリカは借金し続けられるっていうとんでもない錬金術がこれ完成するんですよ。しかもこれ法案まで動いてて GDS 法っていうステーブルコインの裏付け資産にアメリカ国債を使えて義務化する法律が進んでいるんです。でもまだまだよ。最終的にこれがどこに繋がっているのかというとプログラマブルマネー。今の現金ってさ誰にあげてもいいしどこで使ってもいいし使う期限とかもないじゃんぶっちゃけ。でもプログラマブルマネーになるとこのお金は食料品にしか使えません。3ヶ月で消えます。このお店ですか使えません。しかも何かあったら遠隔で凍結。みんなの意思とは関係なくボタン一つで止められる。まるで政府版遠隔ローター。つまりお金に意思が埋め込まれる。持っている人間じゃなくて作った側がルールを決める世界だから。今までは銀行にさみんながお金を預けて彼らが運用してたじゃん。これからは民間のテック企業が握るって言われているんです。完全管理社会に向けて。恐ろしいよね。イーロンとか X マニーとか最近発表したじゃん。年利 6% みたいな。もしかしたらこういったことに近づけてるのかもしれない。ユニバーサルハイエンカムみたいなこともあるし。話を戻すとこの脱ドルをねしようとしている勢力を制圧しようとしているのはもしかしてこういったね計画を邪魔しているからなのかもしれない。実際にプーチンのアドバイザーが去年のフォーラムでこのことを明確に語っているんです。世界ってそれぐらい先を見据えてるんですよ。俺らが今日何飯食おうって考えてる間にもう10年20年先のシステムが構築されている。どうでしょう皆さん。このイランの戦争をまとめるともうほんといろんなこと語っちゃったからわけわかんなかったかもしれないけどただの単純な核開発の交渉ではなさそうなんですよ。でここで一番重要な話をします。なんでステーブルコインがこの戦争と関係あるのかって思うでしょう。実はこれこの戦争が終わらない理由そのものなんです。順番につなげていきます。まずアメリカとイランが和平合意できない最大の壁、それはイランが米軍が中東から完全に出ていけと要求していること。でもアメリカからしたらそれは絶対できない。なぜか米軍が中東から撤退した瞬間 GCC 諸国サウジ UAE カタールといった石油大国たちがあれアメリカ守ってくれないんですかってなるわけで、そうなったらイランの勢力圏に取り込まれていくんです。もう残ってるか分かんないけど GCC 諸国がイラン側に傾いた瞬間別にドルじゃなくてよくねって人民元でいいんじゃねってなってドルで石油を売買するシステムがどんどん崩れ始めていくんです。そしてこれ中東だけの話ではないんです。アメリカの軍事力にあれ大丈夫って不安を抱いた日本や韓国が自分たちで防衛を強化し始める。アメリカ離れが加速する。つまりドルの崩壊が一気に現実味を帯びてくる。だからアメリカは今究極の選択を迫られているんです。中東から引くか引かないか。引いたらドルが死ぬ、引かなかったら戦争が終わらない。でここからが本当に怖い話。さすがにないとは思うけど第三次世界大戦あるいは核の脅威。なぜかこの戦争が長引けば長引くほどホルムズ海峡が封鎖されたまま石油が途絶える。するともうたまらんって国が出てくるんです。石油がなきゃ経済が回らない国々が我慢の限界を超えて参戦し始める。あるいはしびれを切らした国が最悪の選択、核に手を伸ばす。この話に一気にリアリティを持たせてくれる人物がいました。ジョー・ケント、アメリカのテロ対策センター長官だった男。彼はトランプのイラン侵攻計画に賛同できず辞任しました。そして辞任後とんでもない暴露をしたんです。彼が言ったのはアメリカがイランを攻撃した本当の理由はイスラエルがお前ら行かなかったら俺らイランボコボコにするぞとアメリカを脅したからだと。つまりどういうことかというとアメリカはイランと核合意を交渉しているように見えて本当の駆け引きの相手はイスラエルだったんです。なのでもう一つ動きがあったらやばいのがエルサレムのモスクの破壊などが演出されたらもうそれはガチで宗教戦争の勃発、とんでもない戦争に発展するって考えちゃいますよね。いろんな本当国々にね参加させようとしてるから、その日本の米軍基地が使われたらそこも攻撃するみたいなもうちょっと怖いところまで本当発展しちゃってるので、ただ一つ言えることはこういったとんでもないクライシス的な出来事2030年ぐらいまではもしかして続くかもしれない。そのことについては次回の動画で語っていきたいと思います。とりあえずみんな頑張って俺らだけではね協力して生きていきましょう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。